こんにちは、エマです。今日は JLPT-N2 の語彙の部分をみんなと一緒に解いていきたいと思います。今日は、語彙の問い4の問題を解いていきたいと思います。では今日もこちらの画面を見ながら一緒に進めていきましょう。今日は問い4の5番から進めていきたいと思います。では行きます。5番。仕事をする上で広い1番視界、2番視線、3番視察、4番視野を持つことは大切である。これは何が入りますか？じゃあまず意味から確認していきましょうか。すべてこの漢字が入ってるんですけど、これは見るということを表す漢字です。見る。OK。じゃあ1番の視界というのは、これは目の中に入る範囲のことを表します。これを視界。例えば、私の視界は、このあたりですよね。視界。目を動かしてもいいです。目を動かしてもいいけど、自分の見える範囲。これを視界と言います。OK？ で、2番の視線っていうのは、これは目で見ている方向を表す言葉です。なので、例えば私の視線は今、ここですよね。ここだよね、視線。OK？ なので、例えば、視線が合う。私と田中さんの視線が合う。というのは目が合うということだよね。とか、視線を反らすとか。誰かとパッと目が合いました。これ視線を反らす。とかね。このように使います。じゃあ、視察っていうのは、これはさっきの2つとちょっと意味が違っていて、視察っていうのは、実際にその場所に行って、状況を調べて、見極めること。だから例えば、本部から、東京支店に視察に来ます。というのは、東京支店に実際に行って、東京支店の状況をしっかり調べて、この支店は大丈夫かな？うまくいってるのかな？ちょっと売り上げがあんまり良くないな。じゃあどうして売り上げが良くないんだろうっていうのを実際に行って調べること。これを視察と言います。OK？ だからちょっと意味が違いますよね。でも見るというのでは一緒の意味だよね。じゃあ4番の視野っていうのは、これはね、1番の視界とちょっと意味が似ていて、自分の見える範囲を表す言葉なんですけど、視野というのは目を動かさないで見える範囲のことを視野と言います。なんで、私は今視線がここだよね。ここでしょ？こっから動かさないで見える範囲なので、私の視野は、このあたりまでですね。このあたりかな。だけど、視界ってなったら、視界は目を動かすことができるので、このあたりも私見えるし、この辺も見えるし。OK？ 視野は目を動かさないで見える範囲のこと。視界は目を動かして見える範囲のこと。ちょっと違うよね。目を動かす。OK。目を動かさない。動かしたらダメ。OK。じゃあ、この5番の答えは何になりますか？これはね、ちょっと比喩の表現になるんですけど、答えは何番だと思いました？皆さん。これは4番です。広い視野を持つことは大切である。これはどういう意味かというと、広い見方をすることは、見方を持つことは大切であるという意味です。見方ね。視野っていうのは実際に見える範囲のことを表す言葉もあるし、あとはこのように比喩的に使われることも多いです。例えば、視野が狭い、視野が広い。これはよく使います。これはどういう意味かというと、考え方が狭い、考え方が広いという意味ですね。いろんな見方ができる。
様々な考え方ができる人は視野が広いということができるけど、例えば、私はこの考え方が正しいと思っています。他は正しくないと思っています。これだけです。これはとても視野が狭いですよね。こういう時に視野が狭いと言います。OK？ これはよく使う表現なので、ぜひ覚えてみてくださいね。じゃあ次、6番いきます。女性が大きな荷物を1番抱いていた、2番握っていた、3番抱えていた、4番包んでいたので席を譲ってあげた。これはどれが入りますか？まず、握るっていうのはこれだよね。荷物を握るというのはちょっと変だよね。だから2番じゃないね。そして包むっていうのはあるものを、例えば紙とか布で覆うことですよね。なので、この場合もちょっと不自然ですよね。例えば、プレゼントを包みますとか、荷物を包みます。このように使うので、この場合はちょっと不自然です。で、1番と3番なんですけど、これ、漢字一緒ですよね。この漢字が使われています。でも、呼び方が違います。じゃあ、この場合、抱くと抱えるどっちがいいですか？大きな荷物なので、この場合は3番がいいです。抱えると言います。じゃあ、抱くと抱えるの違いなんですけど、抱くというのは、これは大切なものを両手で持つときに使う言葉です。例えば、どういうときに使うかというと、赤ちゃんを抱く。これは抱くと言います。赤ちゃんを抱えるというのは使えないわけではありませんが、赤ちゃんってとても大切なものですよね。これは抱くをよく使います。とか、私は、お金を盗まれるのが心配なので、いつも財布を抱いて寝ています。とかね、財布はとても大切なものなので、抱いて寝ています。こういう時にも使えるよね。あとは、抱くというのは、ハグをするという意味もありますね。ハグ。OK。ハグするのも一緒ですよね。両手でいう状態になりますから、この時も抱くと言います。じゃあ、抱えるというのは、これは、荷物を持つときによく使います。重い荷物とかね。抱えるというのは両手で下から持つこととか、ここに脇に挟むとき、そういうときに使いますね。だから大切なものを両手で持つときは抱く。荷物とか重いものを持つときは抱えると言います。OK？ じゃあ次、7番いきます。今日は休日なので、一日家で、1番、うろうろしていた。2番、ゴロゴロして過ごした。3番、キョロキョロして過ごした。4番、ブラブラして過ごした。これはどれですか？家で、何もしないで、ゆっくり過ごしたということですよね。これは2番ですね。ゴロゴロと言います。ゴロゴロというのは何もしないで家にいることですよね。どう？皆さんは休みの日はゴロゴロしますか？私はあまりゴロゴロするのが好きじゃないので、休みの日はよく、外に出るんですけど、たまにはね、ゴロゴロするのもいいですよね。じゃあ、1番のうろうろというのはどういう意味かわかりますか？うろうろというのは、これは、理由もなく、あちこちを動き回るときに使います。理由もなくあちこちを動き回る。OK？ じゃあ、キョロキョロは？これは、キョロキョロというのは、落ち着きがなく、あたりを見回すこと。これをキョロキョロと言います。ちょっと怪しいですよね。OK？ 落ち着きがなく、あたりを見回す。
ます。じゃあ、ブラブラというのは、これは、やることもなく毎日を過ごしている人。仕事を辞めて毎日ブラブラしているとか。あんまり良くないですよね。OK？ なので、この場合は2番がいいです。じゃあ、ラスト8番いきます。明日の資料はメールに1番、配布して送りますね。2番、付属して送りますね。3番、添付して送りますね。4番、付与して送りますね。これはどれが入りますか？じゃあ、まず答えからいきましょう。これは、メールに添付して送りますね。添付という言葉が入ります。じゃあ、これどういう意味かわかりますか？添付というのは、書類などに何かを付け加えることです。メールに添付する。これはよく使います。だから、メールの中に資料、ファイルですね。ファイルを付け加えるということですよね。OK？ じゃあ、1番の配布というのは、これは広く配ること。ただ配るわけじゃありません。広く配ることね。だから、例えば、駅前でチラシを配布します。これも、チラシを配布することで、多くの人にその情報を与えることができますよね。OK。この時に配布という言葉を使います。じゃあ2番の付属というのは、付属というのは、何かメインのもの、主になるもの、メインのものに、ついているもの。例えば、この本には CD が付属されています。これも本がメインですよね。皆さんは本を買いたいから本を買っています。そうすると、その本にはプラスで CD がついていました。このような時は付属という言葉を使うことができます。じゃあ、最後4番の付与というのは、これは、この漢字が入っているように与えることです。例えば、今月は30ポイント付与されていました。ポイントが付与される。ポイントを与えるということですよね。このように使います。OK？ どうですか皆さん、今日は全部答えられましたか？はい。では今日はこれで授業終わりたいと思います。皆さんお疲れ様でした。どうですか？今日の問題は難しかったですか？簡単でしたか？またね、JLPT-N に合格できるように一緒に頑張っていきましょうね。では今日も最後まで見ていただきありがとうございました。今日の動画がまた面白かったな、ためになったなと思っていただけたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた、こちらのチャンネルでお会いしましょうね。いつもありがとうございます。さようなら。